読書は推し活。シリーズ累計245万部を突破する大人気作品で、なんと2026年にテレビアニメ化が決定しています。多くの悪役令嬢作品が破滅回避や恋愛成就を目指す中、本作は明確に復讐を主軸に据えています。本作は、虫かぶり姫と呼ばれる本好きの公爵令嬢エリアーナとサウズリンド王国の王太子クリストファーの勘違いラブファンタジーです。性別も年齢も身分も余命すらも詐称、全てを偽って騎士になったレゼには、とある目的があったのです。フリーアトリエ星へようこそ、セイです。今回ご紹介するのは、異世界少女漫画4選第3弾、悪役令嬢者や王太子との恋など、異世界を舞台にした少女漫画を、あらすじやおすすめポイントとともに紹介していきます。1作目は、自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。漫画家は蓮見夏目先生、原作者は四季先生です。出版社はアルファポリスで、全6巻で完結済みとなります。原作小説は小説家になろうに投稿され、アルファポリス第9回ファンタジー小説大賞で特別賞を受賞したことがきっかけで書籍化されました。シリーズ累計245万部を突破する大人気作品で、なんと2026年にテレビアニメ化が決定しています。あらすじです。本作は前世の記憶を持った少女バーティアが自分が乙女ゲームの悪役令嬢だと信じ込んで一生懸命悪役になろうとする物語です。バーティアは王太子セシルの婚約者なんやけど、彼女の目的は立派な悪役になって婚約破棄されること。そのために毎日様々な悪事を企むんですが、根が優しい彼女の行動はいつも空回りばかり。一方、天才的な頭脳を持つ王太子セシルは、そんなバーティアの気候を面白く観察しています。バーティアは必死に悪役を演じているつもりやけど、セシルから見れば可愛い婚約者の微笑ましい行動でしかないというすれ違いラブストーリーです。おすすめポイントは3点。1つ目は、バーティアの天然なポンコツぶりです。彼女は前世の記憶から、自分は悪役令嬢だと思い込んでいるんやけど、実際の性格は優しくて思いやりがあって、悪役とは程遠い人物です。悪事を働こうとしても、結果的に周りの人を助けてしまったり、むしろ好感度は出てしまったりと、彼女の空回りっぷりがとにかく可愛いんです。真剣に悪役を目指しているのに、どんどんいい人になっていく様子がとても微笑ましいです。2つ目のおすすめポイントは、王太子セシルとの絶妙な関係性です。セシルは超絶天才で何をやらせても優秀、容姿もパーフェクトで常に冷静沈着。そんな完璧すぎる王子が、バーティアの理解不能な言動に振り回されて、いつの間にか彼女に夢中になっていく過程が見どころです。バーティアの無謀な行動の陰には、実は必ずセシルの画策があり、彼女を守ろうとする王子の愛の物語でもあります。バーティアの暴走パートとセシルの冷静な観察パートが、対のように描かれる構成も、本作の大きな魅力の一つです。最後3つ目のおすすめポイントは、王道ラブストーリーの魅力です。設定はぶっ飛んでいますが、根底にあるのは異世界を舞台にした王道のラブファンタジー。それまで感情を持てなかったセシルが、バーティアの持つ優しさによって本当の意味で人を愛せることに気づくという、完璧な王子に愛される姫の素敵な物語として、胸キュンエピソードもたっぷり楽しめます。悪役令嬢ものが好きな方はもちろん、王道な恋愛ものが読みたい方にもおすすめです。そして、この作品には続編があります。自称悪役令嬢な妻の観察記憶として、バーティアとセシルが結婚した後の物語も描かれているんです。婚約者から夫婦になった2人のさらなる日常を楽しむことができます。2026年のアニメ化も控えている今、まさに注目度急上昇中の作品です。ハイテンション、ファンタジーラブコメディ、自称悪役令嬢な婚約者の観察記憶。ぜひ、バーティアとセシルの愛に溢れた物語を楽しんでください。2作目は悪役令嬢の中の人、断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします。漫画家はシアウメナズナ先生、原作者は牧風呂先生、キャラクター原案は紫舞先生です。出版社は一人社で、最終第6巻は2025年6月25日に発売されました。コミカライズは2025年5月30日に完結を迎え、そのタイミングでアニメ化企画が始動したことが発表されました。原作のライトノベルは小説家になろうや連載され、一人社ノベルスから2巻まで刊行されています。シリーズ累計部数は200万部を突破している大人気作品です。あらすじです。本作は乙女ゲーム、星の乙女と旧姓の騎士、悪役令嬢、レミリアと彼女の体に転生した現代日本の女性エミの物語です。エミはレミリアが幸せになれるよう、破滅フラグを避けるために努力していました。しかし、同じく転生者であるヒロイン、星の乙女に冤罪をかけられ、婚約破棄された上で星の乙女の命を狙ったと断罪されてしまいます。それまで信頼関係を築けていたと思っていた婚約者や幼馴染、異定からも見放されたエミはショックで意識を失い、代わりに中からずっとエミを見守っていた本来の悪役令嬢レミリアが目を覚まします。私はお前たちを許さない。レミリアは愛しいエミを傷つけた者たちに復讐を誓い、真の悪役として立ち上がるという物語です。おすすめポイントは3点。1つ目は、従来の悪役令嬢ものとは一線を画す復讐の物語です。多くの悪役令嬢作品が破滅回避や恋愛成就を目指す中、本作は明確に復讐を主軸に据えています。主人公のレミリアは最初から最後まで悪役令嬢であり続け、エミを傷つけた者たちに対して冷酷で計算された復讐を実行していきます。彼女の復讐は決して感情任せの暴走ではなく、相手の弱点を的確に突く知的で戦略的なものです。この徹底した復讐劇が読者に強烈なカタルシスを与えてくれるんよね。2つ目のおすすめポイントは二重人格という独特な設定です。
一つの体に転生者のエミと本来のレミリアという二つの人格が存在し、それぞれが異なる価値観と目的を持っています。優しく努力家のエミと冷酷で計算高いレミリア、この二人の対比が物語に深みを与え、読者は両方の視点から物語を楽しむことができます。レミリアがエミのことを心から愛し、エミが築き上げた人間関係や名声を大切にしながらも、エミを傷つけた者たちには容赦しないという複雑な心境が丁寧に描かれています。最後3つ目のおすすめポイントは、社会的なテーマ性です。本作は単なる復讐力ではなく、冤罪や信頼関係の裏切り、権力の乱用など、現実社会にも通じる重いテーマを扱っています。また、魔族と人間の関係性を通じて、異なる種族間の理解や共存についても描かれており、エンターテインメントとしての面白さだけでなく、考えさせられる要素も含んだ作品です。次に来る漫画大賞や複数回ランクインし、SNS でも大きな話題となった本作。特にレミリアの復讐シーンは、悪役の顔がやばいとして多くの読者に衝撃を与え、バズり要因となったよね。従来の悪役令嬢ものの概念を覆す衝撃作、悪役令嬢の中の人、優しいエミを傷つけた者たちに対するレミリアの冷酷な復讐力は、一度読み始めたら止まらない中毒性があります。このタイミングで作品に触れておけば、アニメ放送時により深く楽しめること間違いなしです。美麗な画と緻密なストーリーテリングで描かれる復讐譚をぜひ一度お手に取ってみてください。3作目は虫かぶり姫。漫画家は菊田井先生、原作者は李先生、キャラクター伝案は椎名さつき先生です。出版社は一人社で、2025年6月時点で10巻まで刊行されています。原作は小説家になお初の小説で、シリーズ累計発行部数は350万部を突破している人気作です。2022年にはアニメ化も果たしました。本作については、2025年5月最近読んだ本という動画で一度紹介していますが、今回改めて詳しく紹介します。あらすじです。本作は、虫かぶり姫と呼ばれる本好きの公爵令嬢エリアーナとサウズリンド王国の王太子クリストファーの勘違いラブファンタジーです。主人公のエリアーナは宝石やドレスよりも本が好きで、本の虫ならぬ虫かぶり姫というあだ名で呼ばれています。活字で書かれている馬記線を気にせず、地域回覧版まで読んでしまうほどの本好きです。そんなエリアーナに王太子クリストファーが私と婚約してほしいと申し出ます。これはクリストファーが宮廷内の派閥争いから解放され、エリアーナは王太子の婚約者として王宮諸室への出入りを許されるという、お互いの利点のための名ばかりの婚約でした。4年の歳月が流れたある日、エリアーナは偶然、クリストファーが子爵令嬢アイリーンと仲睦まじく語らう姿を目撃してしまいます。ついに王太子が本当に愛する女性を見つけたのだと感じたエリアーナは、婚約解消の覚悟を決めるのですが、実は全て勘違いで、本好き令嬢の勘違いから始まる甘くてキュンキュンするラブストーリーです。おすすめポイントは4点。1つ目は毛の美しさです。もう本作はとにかく絵が美しくて、髪の毛の先の先まで意識されているような緻密さが特徴です。主人公のエリアーナもとっても可愛いし、物語も面白いんやけど、菊田先生によるコミカライズだから読もうと思ったまであります。やっぱ毛の好みが合うかって大事よね。白黒の漫画なのに、その美しさが十分に伝わってくる、本当に丁寧で美麗な作画は一見の価値ありです。2つ目のおすすめポイントは、主人公エリアーナの魅力です。本から得た膨大な知識をもとに、自分が知らぬ間に功績を立てていたエリアーナ。活字で書かれていれば、何でも読みたいというタイプで、この将軍がゆえに、様々な知識を身につけています。それが結果的に、サウズリンド王国に利益をもたらすことも多いんです。エリアーナ自身は無自覚なんやけどね。時に人々をハッとさせる発言をするエリアーナですが、恋にはうぶな様子が可愛らしいです。ふわふわな彼女を見てると、クリストファーがメロメロになる理由がよくわかります。3つ目のおすすめポイントは、クリストファーのキャラクター設定です。クリストファーがエリアーナを溺愛している腹黒という設定もいいよね。優秀な人で、周りからは魔王なんて呼ばれているのに、エリアーナに対してはヘタレになったり、必死になるところが好きです。実は、名ばかりの婚約どころか、クリストファーが必死にこぎつけた婚約で、彼の愛役ぶりが明らかになっていく展開も見どころの一つです。エリアーナのことを、妖精姫と呼んで溺愛するクリストファーの一途さは、少女漫画好きなら絶対にキュンとすること間違いなしです。最後4つ目のおすすめポイントは、勘違いがもたらす絶妙なすれ違いです。エリアーナはクリストファーが子爵令嬢アイリーンと仲睦まじく語らう姿を目撃し、ついに婚約解消の時が来たと覚悟してしまいます。でも実際は、クリストファーの方がエリアーナにぞっこんという状況。お互いを思い合っているのにすれ違ってしまう、もどかしくも甘酸っぱい展開が続きます。読者は真実を知っているからこそ、二人の勘違いにやきもきしながらも応援したくなる。そんな絶妙なバランスが保たれた作品です。現在10巻まで発売されており、まだまだ物語は続いています。アニメで虫かぶり姫の世界を知った方も、原作小説から入った方も、ぜひ菊田先生の美しい作画で描かれた漫画版もチェックしてみてください。ふわふわなエリアーナの魅力にきっとハマることと思います。4作目は詐欺師。漫画家は浅夏美先生、原作者は海藤子先生です。出版社はアルファポリスで、2025年6月時点で14巻まで刊行されています。原作小説は2009年にアルファポリス第2回ファンタジー小説大賞読者賞を受賞しました。残念ながら、まだアニメ化はされていませんが、アルファポリスの公式サイトで原作小説と漫画が読めるため、今回の紹介を聞いて気になった方は、ぜひ原作と合わせてご覧ください。
あらすじです。本作はある王国の新人騎士の中にいる風変わりな少年ルゼの物語です。しかし実はその少年は女の子でした。性別も年齢も身分も余命すらも詐称、全てを偽って騎士になったルゼにはとある目的があったのです。主人公ルクジのルゼは漁師の息子に顔が似ていることと彼女が操る傀儡術という特殊な魔術を理由に病弱な漁師の息子になりすまして兵役義務を果たしてほしいと依頼されます。魔物が大嫌いだったルゼは魔物討伐を生業とする騎士に憧れていたから断層することも厭わず快諾。漁師の息子の親友であるズクセンと一緒に騎士団入りをし自分の目的を果たそうとする話です。おすすめポイントは4点。1つ目はしたたかで S っ気があり現実主義者な主人公です。少女漫画の主人公にしては可愛い手の少ないルゼですが、性別も年齢も身分も全てを詐称して騎士になった彼女には目的がありました。それは天族の少女ノイリを魔物たちの住処である地下から助け出すこと。彼女を崇拝しているルゼはノイリを助けるため大目的かつ理情になります。普段大人びている彼女ですが、ノイリが絡むと感情的になり12、3歳の年相応に見えるところが魅力的です。2つ目のおすすめポイントは傀儡術という独特な魔術設定です。ルゼが使う傀儡術は自分の身体などを操る特殊な魔術。魔物に襲われて歩けなくなった彼女はこの術を使って普段の歩行を可能にしています。戦闘でもこの術を駆使して敵を翻弄する姿は圧巻。ひょうひょうと空を飛び仲間たちを振り回すルゼの戦闘シーンは他の作品では見られない独特な魅力があります。3つ目のおすすめポイントは魅力的な仲間たちとの絆です。騎士になる前は一人で無謀な行動を繰り返していたルゼですが、王子たちや王女、一緒に騎士団に入ったゼクセンらと共にノイリを救うべく動き出します。最初は全てを偽っていたルゼでしたが、次第に本当の仲間として絆を深めていく過程が描かれています。最後4つ目のおすすめポイントは少女漫画らしい恋愛要素とファンタジー世界の融合です。王族や貴族が登場する中世ヨーロッパ風の世界で魔術や魔物が存在するファンタジー設定、その中で繰り広げられる恋愛模様も見どころの一つです。男装して騎士になったルゼと彼女の正体を知る数少ない人物たちとの関係性、身分違いの恋や正体を隠したまま気づかれる絆など少女漫画ならではのドキドキ要素もたっぷり詰まっています。関数が増し、すでにある程度物語が進んでいるため、ぜひ一気読みしてみてください。強い意志と秘密を抱えた主人公ルゼが仲間たちと共にどのようにノイリを救い出すのか、そして彼女の正体が偽ばれてしまうのか、ハラハラドキドキの展開が続く詐欺師。男装×ファンタジー×騎士という要素が好きな方には特におすすめの作品です。以上、異世界少女漫画4選第3弾でした。気になった作品はありましたか？皆さんのおすすめ漫画もぜひ教えてください。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があれば読んでみてくださいね。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。